皆さんこんにちは。シンガーソングライターのさゆりです。今日は私色のストーリーなんですけども、今回の洋ソングに応募してくれた松葉さんは東京からは結構遠いのでインタビューはできなかったんですけど、たくさん質問しました。その回答をねみんなにシェアしたいと思います。まずさゆりがね自分的にすごい聞きたかったことがあって、どうやってさゆりのことを知りましたか。答えはですね、YouTube で音楽を聴いていて、たまたま関連動画に365日チャレンジの一つが上がってきて、アコースティックのギターと歌に一目惚れして全部拝見しました。いやありがとうございます。もう365日チャレンジ全部見てくれたなんてもう超嬉しいです。何十時間かかったんだろう次の質問、さゆりと会ったことはありますか。直接お話ししたことはないです。アツダイオンは見に行きました。リハーサルから座って見ていました。かっこ笑いははは、変なところで恥ずかしがり屋でライブ後お話しすることなく帰っちゃいました。なんかねよく聞くんですよね。ライブに見に来てくれたのに恥ずかしくて声かけられなかったって、なんかその気持ちもわかりますでも次回はぜひぜひさゆりにも声かけてください。みんなもさゆりのライブ来た時にはねぜひぜひ声かけてね。 OK、 次の質問、洋ソングはどう知ったか。さゆりさんを知ってからよくホームページをチェックしてたのでありがとうございます。作詞は初体験ですが、作詞の過程どうやって書いたのか、どれくらい時間がかかったのか。回答ですけれども、初めて書きました。一言目を書き出すまでは何日もかかりましたが、書き出したら一気にスラスラと応募した形になるまで1時間はかかってないと思います。書いてみて自分ってこんな風に思ってるんだなと改めて感じることもあって、歌にするにしてもしなくても書いてみることっていいことだと思いました。いやこれはすごい嬉しいですよね。やっぱり洋ソングって本当に人にとって新しいきっかけにもなることだと思ってたのですごい嬉しいです。次の質問、なぜさゆりに歌ってほしかったのか。もう超気になる質問なんだけど答えです。自分では歌は作れないけどシンガーソングライターの方々が自分の気持ちを歌で伝えていることには、ずっと憧れていました。そしてさゆりさんの歌い方がすごく心に響くのでありがとうございますそんな方が自分の思いを歌ってくれる機会なんて二度とないと思ったので、そして日頃漠然としていた気持ちを言葉にしてみる良い機会かなと思いました。いくつかのきっかけも重なったのですが、いつかギターを弾きながら自分でも歌えたらいいなと1ヶ月前からなんとギター始めましたよ。こんなきっかけをいただけてありがとうございました。いやもう本当に嬉しい答え。なんかすごいこれみんな、ちなみにこれ私自分で書いたわけじゃないからね、本当に送られてきたものですいやでも本当に洋ソングは私もそうやってアーティストだけが思いを伝えるんじゃなくてアーティストじゃない人が自分の思いを世に発信できるツールにもなるなと思ってたので、本当にもうまさに洋ソングの思い通りになっているのですごい嬉しいです。ありがとうございます。私色の裏にあるストーリー、松葉さんの言葉でお伝えします。夫に対する思いを綴りました。結婚してもうすぐ12年になります。結婚してから人生設計を考えるようになり、周りの刺激がたくさんあって私は変化を望んでいました。上を目指して目標に近づきたくて、憧れの家庭像に近づけたくて、自分たちのためと思って夫にも日常生活の細かいことからいろいろな考えや行動までいろいろ強要しようとしました。でも夫は夫、いくら言っても変わってくれない。私はこんなに頑張っているのに夫は全然進歩がない。将来のことも真剣に考えてくれていないって不満ばかりで、時には金銭的なことや親戚関係のことで問題が起こっても積極的に動こうとしない夫に、もうこの先の将来を共同体として暮らすことは無理かもしれないと別れることも考えました。でも最近思うのは、夫はそうやって私色に変わってはくれないけれども、自分の価値観を強要もせず、常に変化で揺れる私をいつも同じように受け入れてくれていました。思い返してみるとほとんど否定された記憶がないんです。分かってくれないなんて器が小さい夫なのと思っていたけれど、自分の価値観が正しいと思い込んで突き進んでいた私をもっと大きい器で包んでくれていたのかもしれないと気づけるようになりました。変わろうとしないことにあれだけ不満を感じていたのに、今は変わらずいてくれることがありがたいことと思えるようになりました。夫婦なんて元は全く違う環境で育った2人、分かり合えないことは山ほど出てくるけど、認め合ってこれからも仲良く過ごしていきたいなという思いで、夫には直接言えないので歌として書きました。
今回のヨーソングで誰を採用しようかなって思ってた時にいろんなストーリーを読んでいて、もうこのストーリーを読んだ時は私本当に感動したんですよね。なんかこれを読んで、いや多分共感できる人すごいいっぱいいるんじゃないのかなと思って、やっぱりなんか家族とか友達とか自分のパートナーに対してやっぱりどうしてもなんかあの人こういうところ変わってくれたらいいのにとかすごい人間って思っちゃうことが多いと思うんだけど、そんなところをなんか松葉さんはポジティブな方にどんどん変えていって、それをなんか自らありがたいっていうふうに、その変わらないことに対してありがたいって思えるようになったっていうのはすごく素敵なことだなと思って、本当になんか当たり前のことだからこそそれが感謝できることだったりするんだなっていうのをなんか改めて考えさせられるきっかけになったので、私すごい感動しました。実はこの松葉さん、なんと旦那さんにこの気持ちをまだ伝えたことがないそうなんですよ。だからせっかくなのでこの機会を通して旦那さんへの手紙を書いてくださいって頼みました。はい、では松葉さんから旦那さんへの手紙読みます。結婚して早いもので12年経つね。出会ってからはもう16、7年かな。出会った時は私はまだ学生であどけなくて、長い時を一緒に過ごす中で私は周りの影響も受け、随分変わったんじゃないかなと思います。そんな中でも変わらず私を認めてくれて、受け入れてくれて、自由にさせてくれてありがとう。おかげでこの家が私を一番安心して出せる場所です。また次の羊年、お互いもう一回り年をとっても仲良く過ごせていますように。もう感動。超素敵なストーリー。旦那さん見てますか？これ旦那さん、これ本当に奥様からの言葉ですよこうやってヨーソングを通して誰か伝えたいメッセージがある人とかもぜひぜひ応募してください。Okay, so that was the story for your song 私色。 I hope you enjoyed it。このストーリーを通して本当になんか人生のこともっと学べたり、人間関係がもっと良くなったりとかって思える人多分いっぱいいると思うんですよ。私もすごいこれで学べたので、よかったらこのストーリーを友達にもシェアしてみてください。Please make sure to share the story with your friends and don't forget to like, comment, subscribe, and I will see you in the next Your Song video. Thank you for watching. 今日も見てくれてありがとう。バイバイ。ばかりの高校時代、押してばかりの